電気住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。吉井さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。どうも吉井正夫の怪談アビル会代表吉井正夫です。お願いします。緑色のラコステのポロシャツを着たおじさんが絶対どっかにいるんですって。青い壁に白人ギタリストの女性が立ってるポスターが逆に貼られてるっていう夢を見るんです。最後に一本、もう一発考察してほしいんですけど、これは次回動画になります。いや、これ、もう理解できない話なんですけども、これ関西の、のどかな町出身の方からの投稿なんですけども、この方、小学校4年生の時にお父様を亡くされてるんですね。で、このお父様が亡くなる約半年、この7ヶ月ぐらいですかね。で、奇行が目立ったんです。奇妙な行動が目立ったんですけど、っていうお話なんですね。この方当時小学校3年生。で、お兄ちゃんがいらっしゃった。お兄ちゃんは知的障害を持たれてた。で、さらに6つ下の妹がいた。で、お父さんお母さんがいたんですけど、お母さんはお兄ちゃんの、言ったら、そういう学校、機能訓練学校って呼ばれてるところに通ってたんで、毎日のように送り迎えする。さらに6つ下の、妹の世話がある。だからお母さんはもうひっきりなしにいろいろもうドタバタドタバタしてた。そんな中、お父さん、近くの工務店で働いてて、とんでもなく手も器用で、会社でも人気者、そして投稿者さんはすごいお父さんが好きやった、お父さんは寂しい思いしてるやろうなって自分のことを分かってくれてたから、手も器用、料理もすごいうまい、で釣りも連れて行ってくれる、で活発な方やったから、何かしらどっかいろんなところに遊びに連れてきた、でパパがすっごい好きやったんです、そんな、バランスの取れたご家庭やったんですけども、ある日ですね、学校から帰ってきたら、電話がかかってくるんですよ。で、お母さんが出るじゃないですか。いやー、考えるけど多分無理やで。ピッ。どうしたんお母さん。あんた沖縄で生活したい？おじいちゃんち？そう。おばあちゃん死んだやん。だからおじいちゃんとおばさん2人で暮らしてるから来おへんかっていう話やねんけど、でもあんたも小学校3年生学期中やろ、でお兄ちゃんもそうやし妹もまだ手かかるし、もうなんせお父さんの仕事がまず辞められへんしな、そうなんやみたいなことがあって、その日の夕飯時やっぱこの話をお母さんがするんですよ。お父さんちょっと聞いて、こういう風にさ言われて沖縄帰ってこへんみたいな言われたんよ。でお父さんで思い切った方じゃなくてすごい堅実な方やから、そんな無理やな、でも大変なんやろうなっていう普通のご飯時の会話になると思ってたら、行こうか。いや俺寒いとこ嫌いねん。大阪寒いやろ。沖縄行こうか。ちょっと待って、あんた仕事どうすんの？やめりゃええやん。お兄ちゃんは新しい学校入ったらええやん。この子楽器途中やで。女も子供なんか仲良くなれるやろ。いや行かへんで私たち。いや行こうや。いや行かへん。なんでじゃあ言ったん？いや行きたいねんけど。でちょっと気まずくなって、1日目はそれで終わったんですけど、何日か経つにつれ連日その話してたら、お父さんも結構「なんで行かへんねん、なんやねん」みたいな言葉が荒くなってきて、でお母さんが「いやいやこれマジで言うてる?」みたいな、マジで言うてるに決まってるやろ。いやじゃあ言うわ、無理よ、学校お兄ちゃんの無理、仕事も私たちどうすんの、そうかって言ったら、家のダイニングテーブル、庭にバーンって投げるんですよ。で電話台にバーンって投げるんですよ。でジッポーライターポンって投げて、めちゃくちゃ起きたきた。こんなんもう邪魔やからやろ、これがあるからあかんねんやろっつって、ちょやめて、何してんの。この時にパパっ子やった投稿者の人は、お父さんおかしなった、やめてって言うけど、これでいけるやろ、行くか、分かった、行くってなって行くことになったんですけど、家庭はそれでよくてもお父さんの仕事先があるから、
お父さんは仕事先に言ったんです、そしたらやっぱこの工務店のエースやから、いやちょっと待ってくれ、4月とかやったらまだ分かる、なんやったら来年の夏とかやったら分かる、こんな11月に行くやつなんかおらへんぞ、いややめます、いやあかんあかん、それは社会人としてどうやねん、みたいなこと言われてんで、ご飯の席で言う、それは当たり前よなって内心思いながらも、喧嘩したくないお母さんは、まあまあまあそうか残念やねって言ったら、お父さんがキッチンの方バーって行って、戸棚バンって開けて、包丁取って、あだから腰に行くわ、いやじゃあ何言ってんのって言っても、いや殺したるわとかじゃなくて、殺すから殺すのは決定で、さあどうしようかみたいな感じ、でそれを見た時に完全に頭おかしくなった、お母さんが3人の子供ばって抱きしめて、行くんやったらあたしら察してから行けよ、でそうなった時に一回考えて、その考えた素振りが怖すぎて、でパパっ子やった投稿者の人が、お父さんなんか怖いって言った時に、真顔に戻って包丁をゆっくり直して「ごめんごめん」って抱きしめて終わる、でこれぐらい熱意があるから、やっぱ会社でもそういうことをして、そうしたら会社も11月中はめっちゃ忙しいから、行くんやったら12月半ばにしてくれっつって折れてくれて、半ばもう言ったら飛ぶような形で沖縄で生活するようになったんですよ。この間ほんま1ヶ月2ヶ月、むちゃくちゃ異常じゃないですか、で向こうでもバタバタするんですけど、家はじいちゃんとおばさんがいる、お家やから、広くて住み心地もいい、でお母さんはとりあえずパート、お兄ちゃんは今まで通ってた学校とは違って、沖縄であんまり学校数が少ないから、住み込みで行くようになった、で妹さんは妹さんで、幼稚園入ることが決定した、で自分も新しい小学校に行くことになった、宙ぶらりんなのはお父さんだけなんですよ、お父さんは別に仕事もせずに家でゴロゴロしてる、これなんなんやって思いながら生活が始まったんです、なんか大阪の時の方が家族として機能してたなとは直感的に思うじゃないですか、そんなある日夜中妹がぐずって、お母さん電気つけてって言ってんのを、布団に入りながら聞いてた、4人で川の字になって寝てて、そしたらお母さんがオッケーオッケーっつって電気つける、電気つけた瞬間にお父さんが眩しいんじゃっつって頭にあった目覚まし時計をお母さんにバーって投げて、子供起きるやろ、そしたらお母さんの額が切れて血がツーッと出て、でこれ何、私何してんのこれ、あんな幸せな生活やったのに、いろいろ込み上げて「もう無理や!」っつって寝室出て行って、どうやらおじいちゃんの部屋に行った、それをひとしきり見てた投稿者さんが「お父さん妹が電気つけてって言ったんよ、お父さんお母さんやと思ってるけどお母さんじゃないよ、お母さんが、悪くないよ」みたいなことをやんわり言った、そしたらお父さんは罰が悪そうな感じでおじいちゃんの部屋にバーって向かっていく、そしたらお母さんはおじいちゃんの部屋で泣いてて、血を流してる、我が子をおじいちゃんが抱いてて、どうしたんやと、優しく諭すように「君そういうイライラするタイプじゃなかったやろ、何があってん?」って聞いたら、普通やったら「すいません」とか言いそうじゃないですか、やっぱり娘の味方なんですねって家出ていくんですよ。何お父さんこんなんじゃなかったって全員が思った、そこで、お母さんの不満が爆発して、あんたらもうお父さんと一緒に生活するの無理やわ、どっちついていく、もちろん妹はお母さん、でお兄ちゃんもとりあえずお母さんやろうと、で投稿者さんに「どうする、こんな酷な質問ごめんな」お父さんなんで、お母さんと会えんくなるで」それは寂しいけど、今お父さんから離れたらお父さん一人ぼっちよ、みんなお母さんの味方やからかわいそうやもん、あんた優しいな、分かった分かった、じゃあ寝ようか寝ようか、寝えへん、お父さん帰ってくるまで玄関で待っとくって言って玄関で待つんですよ、でお母さんも言い出したら聞かへんって分かってるから毛布を渡してそのまま、深夜1時から2時3時4時、明るんできた5時ぐらいにお酒臭いお父さん帰ってくるんですよ、
でお父さんは「おおまだ起きてたんか」うんびっくりってよりちょっと笑顔、うん嬉しかったんやろうなと、うんお父さんな仕事決まってん、よかったやん、漁業や、おーお父さんな料理得意やろ、うんだから船でな海外行く遠洋漁業っちゅうのがあんねんけど、うんグアムに行く船乗ってコックさんすんねん、すごいね、私も連れてって、うん赤に決まってるやん、うんお父さんについていくって言っちゃってんけど、うん何の話や、何でもない何でもない、うんいやー半年後な帰ってくるから、うんグアムなんか美味しいチョコレートとかうんおもちゃとかいっぱいあるから夏休みに、渡したるわ。うんいやそんなんいらんから釣りとか前みたいに山登りとか一緒にしてほしい。うんオッケー分かった、約束する、約束してよって言ってごちゃごちゃ喋ってたらお母さんとかおじいちゃんが帰ってきて、なんか頭に血のぼっててすいませんでしたおーみたいな感じで一見に落着したけど、はいお母さんは離婚するっていうう話だった。んでもこの遠洋漁業の話を聞いたら、まあまあまあ、いい頭冷やす期間になるやろうってことで、別れずにとりあえず遠洋漁業にはいはい3月から行き出したんですよ。はい4ヶ月でえ大阪から沖縄行って沖縄で遠洋漁業に乗ってグアム行くって怒涛の生活、すごいですね。でそういう生活が始まって、お母さんは深夜2時に出て市場に着いて、12時昼ぐらいに帰ってくる、お兄ちゃんはそのまま施設にいる、だから投稿者さんが妹の面倒をおばさんと見るみたいな形や、はいその日々が過ごせてる中ですかね、だいぶ落ち着いてきたなと思ってた6月の16日の夜に変な夢を見るんですよ。はいそれがね、どでっかい映画館に一人でポツンと座ってるんです。はいそれをちょっと後ろから見てる視点なんですって。はいあれなんか自分が人気のない映画館で映画見てるわ。でスクリーンにパッて目をやると、どでっかい映像の中で男同士が喧嘩してるんですよ。おいやめろ、おい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 って言った瞬間エンドロールザーって出た。なんだこれ、エンドロールがバーって流れてる中、お父さんの声が聞こえてきて、ごめん約束守れんかった、ごめんな、ごめんごめんって言ってパッて目が覚める、目が覚めた瞬間に、おじいちゃん家で飼ってた犬がワーンって吠えてる、あれ普段泣かへんのにと思って、変な夢やし、とりあえず犬なんかあったかもしれんし玄関に入れとこうって玄関に入れて、でちょっと撫でて「もう眠たいな」っつってまた寝るんですよ、で朝起きたらお母さんはまた市場に行ってる、妹の世話をバーってしてた、そんな時に電話が鳴る。もしもしって電話出たら、お母さんの連絡先わかるかな、学校の先生かなと思って、お母さん今市場行っていないです、わあそうか、じゃあお父さんがいやとりあえずじゃあ連絡先教えて、わかりましたって連絡先教える、ありがとう、ガチャって切られる、おばさんが寄ってきて「どうしたん？」いや学校の先生かな、市場の人かな、なんかお父さんなんかあったんかなみたいな電話やった。そう学校の支度しやつって学校に向かう、学校で3時間目受けてる途中ですかね、見慣れへん先生がガーって入ってきて「〇〇さんちょっとすぐ家に帰って」なんでですか？詳しくはお母さんから聞いて」急いで家に向かうんですけど、嫌な予感しかしない、ガラガラって開けたらおじいちゃんとおばちゃんが立ってる、なんかあったん？お母さんから聞き、おじいちゃんなんなん？お母さんから聞き、靴を脱いで廊下を歩いて行った先にリビングがあるんですけど、リビングの背の低い机の前でお母さんが下向いて座ってるのが見える、歩いて行ってランドセル下ろしながら「なんやの、お父さんな昨日んだわ」その瞬間昨日見た変な映画館の夢がフラッシュバックバンってしてすぐ戻るんですよ。
なんで死んだん？漁船でな、男の人たちがな、喧嘩なって、お父さん正義感強いから、止めに入ってん。止めに入ったのが気に食わんかったんか、全身8箇所刺されて死んで、私たちどうしたらええのっつって泣いたと。その時に、あれあの夢ってそうじゃない？はい。お父さん約束守れんかったらごめんなって、亡くなった時に、あいつにメッセージ送らなあかんっつって念を飛ばしてくれたんじゃないかと。で喧嘩があったシーンが映ってたのは、もしかしたらお父さん視点で止めに入って、刺された瞬間、命が絶えた瞬間にエンドロールが流れたんじゃないか。これって予知夢なんですかねっていうお話なんですけど、これって、半年間で行われてるんですよね。で投稿者さんが言うには、大阪で亡くなってしまったら、例えば寿命が決まってて大阪で亡くなってしまったら、身寄りのないお母さんが大阪に取り残される、だから沖縄に戻ったんじゃないかって思うんですって言うんですけど、僕的にも、寿命が決まっててというか、もう全うする時間が決まってたけど、終わりまでになんとかストーリーを進めなあかんから人格変わったんじゃないかと。なるほど。机を焼いたりとか、漁船行くとか、なんかそんな感じしたなって思うんですけど、いや不思議な話やなって思いました。いや不思議ですね。でもなんか虫の知らせみたいなのはやっぱりよく聞くんですよ。なんかこういう現象があって、まあ例えば交通事故を起こす前になんか足くねったり、なんか腕怪我したり、なんかいろんなことがあって最終的に大きな事故につながったりっていうのは、私自身も結構経験があって、なんかね嫌なことがちょっと続く時ってあるんですよ。で私の場合は嫌なことが続いてきたらいいこと起これいいこと起これと思うようにしてたら、結構いいことが起こったり。マインド大事なんや。そうなんです。自分でなんか変える。でこれも実はお経の中に少し出てくるんですけど、虚空っていう、虚空だ。はい、虚空も復習だ。はい、覚えたやつや。アカシックレコードというか、お経でいうところの虚空って、虚空像の中って、過去、現在、未来が詰まってるって書いてあるんですよ。だから未来もその中に入ってて、どの未来に進むかを今現在選んでるという。だから今の行動がどの未来を選択するかが、こう毎回分かれていくんですって。じゃあ今現在の生き方が未来を変えるんはもちろんですけど、過去は変えることできないじゃないですか。そうです、そうです。でも同じところに入ってるんですね。そうなんです。この過去を変えることが未来を選択するときに実はもう一回過去に戻ることがあるんです。要するに輪廻転生というか、何回も繰り返すことがあって、でその繰り返すときに何度もやってると、たまに虫の知らせで、前回これやったからこっち選択しようっていうところが多分あったりして、でどうしても前の選択失敗したな、次の選択どうしようっていうときに、前の選択失敗したって思ってる人は次のまた結果を迎えるとき、また一緒かってなったときに、もしかするとイライラするんですよ。なんかもうまたこの選択肢で失敗するん違うやろかとか、いろんなイライラがあったのかも。それが現れて、なんかそういう気候に走ることがあったりとか。なんかもうこれはね、私今、虚空のことばっかり毎日今もう原稿に追われてて、こう調べてるんですけど、調べてるとそういうのにものすごくなんかわかります。このお父さんの気持ちも。じゃあ、こういう体験を、いろんな人がするわけじゃないけど、お経に書かれてるっていうのを、もしかしたら近日本で読めるかもしれない。そうです、そうです。なんかこの秘密ももしかするとちょっと本に書かせていただくかもしれないので。そちらもまた。楽しみにお待ちください。すいませんね、なんかもうちょっと本番の打ち合わせもギリギリなの時間でありがとうございます。始まっちゃってる。ですよね、すいません。
ということで、今回も、三木大雲チャンネルと、階段を浴びる会さんの、コラボと、なっておりますので、ぜひそちらも、ぜひ、お願いします。ご覧ください。一個告知いいですか？はい。劇場版吉正の階段浴びる会全国ゾットと題しまして、全国ツアーやってまして、こちら愛媛公演なんですけども、8月24日、東京公演ございまして、国際フォーラム A5000 人キャパで、すごいな。日本最大級の階段イベント。何卒、もうちょっと足震えるぐらい怖いので、いや、すごい。皆様ぜひ来てください。よろしくお願いします。ぜひぜひ。ということで本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。